このビデオでは私が出版した本システム論序説のプレゼンテーションを行います。この本の中心的な主題はニクラス・ルーマンの社会システム理論です。それでここでもルーマンを取り上げることにします。第1章、複雑性と複合性。ルーマンの社会システム理論を理解するには、まず複雑性とは何かを理解しなければなりません。これは自動車のエンジンの写真です。こうしたさまざまな部品が複合してできたものに対して、私たちは複雑な形をしているなどと言ったりします。このように複雑性も複合性も同じような意味を持つ言葉として私たちは使っています。サイバネティクスでは要素の数をコンプリケーション、ドイツ語ではコンプリツィルトハイトと呼び、要素間の関係の数をコンプレクシティ、ドイツ語ではコンプレクシテートと呼んで区別することがあります。英語でもドイツ語でもこれらは大して違わない言葉として使われていますが、研究者の中には2つの用語を使い分けようとする人たちもいるということです。グラフ理論で具体的な例を示しましょう。今、要素の数が5つとします。赤丸で示した要素間の関係を白線で示すと、全部で10あることがわかります。これをもう少し一般化します。要素の数を n とすると、要素間の関係の数は n 個から2つ取る組み合わせなので、2分の n×n-1 となります。これは無項グラフの場合で、次に有項グラフで関係の数がどうなるかを確認しましょう。有項グラフは、どちらの要素からどちらの要素につながっているかをも問題にします。要素間を矢印で結ぶとき、一方から他方に、他方から一方に、双方向につながっている場合、さらにはどちらからもつながっていない場合の合計4通りあることになります。ウェブサイト間のリンクの有無などを具体的にイメージしてもらえば分かりやすいと思います。要素間の関係が4種類あるのですから、有項グラフの場合の数は要素の数を n とすると、4の2分の n×n-1 乗、つまり2の n×n-1 乗になります。これは指数が2次関数となっている指数関数で n の増大に伴って急速に大きくなります。n がたったの5でも関係の数は100万を超え、n が20なら関係の数は宇宙にあると推定される原子の数を超えます。世界のウェブサイトの数は2019年の統計で約17億とのことで、各サイト間のリンクの有無のすべての可能性となると、想像を絶する数になります。関係の数がもはや利用不可能で、実現不可能な大きさにまで到達すると、それを縮減する選択圧が増すとルーマンは言います。しかし、要素や関係の数がいかに多かろうが、それが実在するのであれば、勝手に縮減することはできません。選択的に縮減しなければならないのは、諸可能性の数です。それなら、重要なのは、要素と関係の区別ではなくて、現実の数と可能な数の区別だということになります。ルーマンは、私たちの出発点は、システムの要素の数と、それらの間で可能な
関係の数及び異質性との間でなされる極めて慣例的になった区別であると言っています。太字で強調した要素と関係は原文ではイタリックで強調されていますが、私はむしろ関係の前についている形容詞、可能なに注目したいと思います。つまり、要素は実在するから縮減できないけれども、関係は可能な候補に過ぎないので、不確定性を減らすためには可能性の数を減らさなければならないということです。ルーマン研究者の長岡克之は、complication, complexity を複雑性と訳し、complexity, complexity を複合性と訳すことを提案しています。もしも要素の数と要素間の複合関係を区別するのなら、そういう訳でも良いでしょう。しかし、現実の数と可能な数を区別するなら、訳を逆にした方が良いと思います。英語のコンプリケーションは合併症という意味でも使われます。合併症は複数の実在する病気の複合体を指しているので、複合性で良いでしょう。これに対して英語のコンプレックスや日本語の複雑という言葉には対処が困難というニュアンスがあり、不確定性の度合いを表す訳語として適切です。そこで以下、このビデオでは、実在する要素や関係の数を複合性と呼び、可能な場合の数を複雑性と呼ぶことにします。このエンジンの場合、長岡の区別に従うなら、部品の数が複雑性で、パイプの数が複合性ということになりますが、私の区別に従うなら、このエンジンの動作に不確定性がない以上、複合性はあっても複雑性はないということになります。第2章、複雑性とエントロピー。前の章では有効グラフでは複雑性が2の n×n-1 乗という指数関数になることを確認しました。この関数は n の増大に伴って急速に大きくなりますが、だからといって対処が不可能になるということはありません。指数関数はその対数を取ることで扱いやすくなります。今の場合、2を定とする対数を取ると単純な二次関数になります。複雑性の対数を自然科学ではエントロピーと呼んでいます。エントロピーは乱雑さを表す量と言われていますが、対数で表すのには理由があります。一般的に言って、動物が主観的に知覚する感覚の量は、その対数に比例します。これはフェフィナーの法則と呼ばれます。エントロピーはより日常的には汚さとして知覚されます。汚さもフェフィナーの法則に従って対数に比例して知覚されるということです。ルーマンの主張とは異なり、私たちの知覚システムは複雑性の指数関数的増大に適用できるようになっているのです。それなら、なぜ複雑性、あるいはその対数であるエントロピーを縮減しなければならないのでしょうか。エントロピーはもともと熱力学の概念です。熱力学は熱機関の効率を改善するために産業革命後生まれた学問です。熱機関の基本的な原理は産業革命の頃から変わっていません。この内燃機関のアニメーションが示すように、熱機関は高温の熱源から熱をもらってシリンダー内の体積を膨張させ、低温の熱源に熱を与えて
シリンダー内の体積を収縮させるという工程を繰り返すことで、往復運動や回転運動という人間にとって役に立つ運動を作り出します。熱機関の仕事をエントロピーという観点から図解しましょう。この図で上はエントロピーが高い状態を、下はエントロピーが低い状態を表しています。熱は原子や分子をバラバラに運動させるので、エントロピーが高いエネルギー形態です。これに対して物質を静一的に運動させるピストン運動はエントロピーが低いエネルギー形態です。しかし熱を仕事にするエントロピーの縮減はただではできません。高温の熱源から低温の熱源へと熱が移動し、両者の温度格差が小さくなる。つまりエントロピーが増大するという代償を払うことで初めてエントロピーを縮減できるのです。一般的に言ってシステムのエントロピーを縮減するためにはシステムの環境においてより多くのエントロピーを増加させなければいけません。減少するエントロピーが増加するエントロピーよりも大きいということはありません。全体としてエントロピーは増えることはあっても減ることはありません。これを熱力学第二法則、別名エントロピー増大則と言います。私たち人間のような生命システムもエントロピー増大則に従って生命を維持しています。すなわち環境から食料や水などの低エントロピー資源を摂取し代謝を行い、排泄物や排熱を環境に捨てることによって、つまり環境でより多くのエントロピーを増大させることで生命システムという低エントロピーな構造を維持しているのです。物質システムだけでなく情報システムもエントロピーによって定義されます。これはクロード・シャノンによる情報エントロピーの定義です。P は確率で、確率の逆数の対数が情報エントロピーです。この式では N 個ある個別の情報エントロピーにその確率をかけ、合算することで情報エントロピーの期待値が求められます。逆数ということはマイナス1乗ということですから、この式の後半のようにマイナスを前に出して書くこともあります。不確定性が増大すると確率の逆数も増大するので、これを複雑性とみなすことができます。つまり情報エントロピーを複雑性の対数として解釈することができるということです。なお、情報エントロピーはそのままでは情報の価値を表さないことに注意してください。情報はより大きな不確定性を否定するほどより大きな価値を持ちます。したがって情報量は情報が否定する情報エントロピーの量によって計測されることになります。ルーマンはしかしながら複雑性をエントロピーと関係づけようとはしませんでした。彼はエントロピーや均衡といったサイバネティクス的概念が社会学的に有効な複雑性の概念を提供するかどうか、それと連関する数学的な情報理論が社会システムに引き継がれるか否かは未決定にしておいてよいと言っています。ルーマンが複雑性をエントロピーに関係づけることができなかったのは、私が定義した意味での複雑性と複合性を明確に区別していなかったからかもしれません。
理由はともかくとして、自然科学に対して無関心であったことは、ルーマンのシステム理論の限界と言ってよいでしょう。第3章、複雑性と差異化。ルーマンによると、システムは中心終焉の差異化、公式非公式の差異化、ヒエラルキー的差異化、機能的差異化などの形で差異化されます。そしてルーマンはシステムの差異化に関してこう言っています。差異化は複雑性の増大であるのみならず、それと同時に複雑性の縮減の新しい形式を可能ならしめる。各部分システムは自分のシステム環境の際にのみ定義することによって、いわば全複雑性の一部分を請け負うが、全体システムはこれとともにおのずと再構成される。それで部分システムは全体システムの再生産に必要な多くの要件がどっか他で満たされているという前提によって負担軽減を感じることができる。これはどういうことなのでしょうか。ルーマンが言っていることは、分業による専門家といった社会システムの機能的差異化をイメージすると分かりやすいでしょう。もっと日常的な言葉を使うなら、分業により労働者たちが専門性を高めれば、そうでない場合よりも仕事の効率が向上するということです。各労働者は自分の専門の仕事さえやっていれば、他の仕事は他の専門家がやってくれるのだから、全部自分でやる場合よりも負担軽減を感じることができます。それでいて、社会全体で社会を再生産する仕事をこなしています。しかし、これは私の用語で言うなら、複雑性の増大による複雑性の縮減ではなくて、複合性の増大による複雑性の縮減です。その違いを確かめるために、再び自動車のエンジンの例に戻りましょう。自動車のエンジンでも、それぞれ専門的な機能を持ったパーツが分業することで、全体として自動車を走行させるという仕事をしています。しかし、すでに述べたように、要素間の確定的な関係の数は複合性であって、不確定性としての複雑性ではありません。ルーマンは、進歩の基準は社会の複雑性であると言っています。確かに人類の社会は時代とともに分業化による専門化が進んでいます。しかし、そうした複合性の増大による複雑性の縮減は進歩の結果であって進歩の原因ではありません。進歩を生み出すのは複雑性の増大による複雑性の縮減です。エントロピーの増大によるエントロピーの縮減といっても定性的には同じことです。このことは生命の進化の歴史を振り返るとはっきりします。生命は多様な遺伝的変異が自然淘汰で選別されることで進化してきました。遺伝的多様性が生まれるという変化適応が複雑性の増大で、自然淘汰により帰結する環境適応が複雑性の縮減です。人間の社会もさまざまな試行錯誤を行うことで増大した複雑性が縮減されることで進化してきました。個人に自由が認められ、市場原理による淘汰が機能する自由社会の方が、そうではない統制社会よりもイノベーションと進化が起きやすいのはこのためです。
さまざまな仕事が分業しているのは複雑性が縮減された結果であって、これを複雑性の増大とみなすことはできません。これまで説明してきたように、複雑性の増大による複雑性の縮減という同じ命題を掲げたシステム論であっても、ルーマンのシステム論と私のシステム論は異なります。この違いはシステム論を研究する方法の違いにも現れています。つまり、ルーマンと私はシステム論の内容だけでなく、方法においても異なるということです。ルーマンは官僚出身で、大学という官僚的組織の中の専門家として研究を行いました。社会学という部分システムに自分の研究を定義したことは負担軽減になったでしょうが、同時にシステム論の可能性を制限することになりました。しかし、ルーマンは専門に特化することが知を進歩させると考えていたようです。これに対して私は社会学という領域にこだわることなく研究対象を広げていますが、それは知の多様な可能性を試すことで知の進化が起きるという信念に基づいています。これはすなわちシステムの進歩がルーマンが考えるように複合性の増大による複雑性の縮減によってなされるのか、それとも複雑性の増大による複雑性の縮減によってなされるのかという違いです。以上、このビデオではルーマンのシステム論と私のシステム論の違いを説明しました。これをもちまして私のシステム論の序説としたいと思います。